皆さんこんばんは。バイバイニュース山崎です。今日は2019年の6月の27日、木曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の10時49分ということで、1時間20分ぐらい遅れましたね。最近はなんか大幅に遅れてまして申し訳ありません。今日のワイワイニュースライブ通算でですね2803回ということです。で今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、7月21日投開票の、参議院の最大争点は安倍晋三ら改憲勢力による改憲イコール憲法破壊を可能にする3分の2議席獲得を我々が阻止できるか否かであるというのが今日のメインテーマです。ということで、今日の放送、ツイキャステレビの一元放送ということで、現時点で、音声も映像も問題なく配信されているということですね。今日の最新のお知らせですけど、昨日お休みだったんで火曜日ですね、火曜日の放送のメインテーマ、米フォーブス氏が発表する世界長者番付に決して登場しない世界の本当の金持ちは誰なのかと。それは総資産50兆ドル、約5500兆円と言われる欧州ロスチャイルド家であるということで、このようにですね、YouTube 向けの表紙を作ってくれたんですね。非常に分かりやすいんですね。ジェイコフ・ロスチャイルドですよね。でこちらがフォーブズが発表した世界の10人10大金持ちということですけど、このベゾスか、アマゾン、彼の総資産は16兆8000億円で、2位のビル・ゲイツが11兆で、3位のベルナル・アルノが10兆5000億ということで、これ全部足してもですね、せいぜい100兆円ぐらいしかなんないですね。まあすごい金額ですけどね、私には想像つかないような金額ですけど、一方こちら一切マスコミ等々には登場しないと、影に隠れているということで、欧州ロシア時計の総資産はいくらかということで、誰もですね、数字っていうのは出したことないんですけど、中国の経済学者孫本斌さんの本の中に書かれてるんですね、この本の中に。で皆さん騙されてはいけないですよと。フォーブス等の欧米メディアが決して言わないのは本当の金持ちはロシア時計だと。で彼の推定だと約50兆ドル5500兆円というとてつもない資産を持っていると。ただそれが完全に隠されているということなんですね。ということで、昨日の放送、一昨日の放送の現時点での視聴者数がツイキャスで418名様、YouTube で761で、全部で1181名ということですね。それプラス、必ずメインテーマ、放送の中で取り上げたメインテーマは翌日、私のブログですね、2つブログ持ってるんですけど、杉並川の情報発信ですの1と2、にテキスト化して配信しているということで、グーのブログはまあ大体毎回1000人ぐらいの方が中身を見てるみたいですね。訪問しているということですね。ということです。それで、昨日の段階でそのブログの総数、延べ総数が3193ということで、明日
今日のメインテーマをブログ記事として出しますけど、それが通算で3194回ということで、もう少しであと6回で3200ぐらいなんですね。ヒーローさん、そうですね、それだけあれば世界を支配できるわけですねと。だから彼らがとてつもないいわゆる一般的な金持ちベゾス等々と格段に、格段な莫大な資産を積み重ねたと。その謎は一体どこにあるのかという、その鍵はですね、やはり、主要先進国、アメリカ FRB、日本日銀、欧州 ECB から英国イングランド銀行という中央銀行をほぼ彼らが実質的に支配しているということで、いわゆる通貨発行権を彼らが握っちゃっているということが単なる金持ちではなくて、ダントツ1位の大金持ち5500兆円もの富を積み重ねてきたという謎はそこにあるんですね。で、初代のマイヤー・ムシェル・ロスチャイルドが意味軸も言ってるように、私にその国の通貨の発行権と管理権を与えようと。そうすれば誰が法律を作ろうがそんなのどうでもいいことだという、すごいですね。1790年に彼は言ってんですね。それをもう実現してるということで、300年間のたった300年間でこれだけの罪を罪じゃないね富をですね、独占できた、その謎はそこなんですよ。ということは彼らの最大の弱みなんですね。各国の覚醒した自立した市民がその国の中央銀行を 100% 国有化しろと。そして全ての権限を国会に移管せよと。こういう国有化国民化をすれば彼らの富の源泉がなくなっちゃうから、漏れるもんなんですね。で、ですからそこなんですよ。一番の我々の攻撃すべきところは。それプラス、いつも言ってますように、信用創造特権という5つの特権を全て、廃止して、あるいは我々の国民市民のために使うと。中央銀行の通貨発行権の信用創造特権は国民経済のため、国民の福祉のためだけ使うと。金融経済には一切使わないと。こういうことが必要なんですね。そして政府が発行する、財務省が発行する国債の発行を全て、やめると。廃止すると。国債発行を廃止する。すると国の借金は積み重ならないんですね。から3つ目が、民間銀行が無から預金者のお金を担保にして 1% を中央銀行に予託することによって瞬時に100倍の信用創造が生まれると。その100倍の信用創造に高い金利をかけて、ありとあらゆるものを借金付けにすると。そして、莫大な金利収入を得るというその、準備預金制度というわけのわかんないですね、制度を廃止すると。そうするともう民間銀行は立ち行かなくなるんで、民間銀行は消滅するですよね。それでいいんですよ。すべての金融サービスは中央銀行が無利子で、安い手数料でやれば問題ないわけですよ。わざわざ民間銀行が途中に入って国債をすべて引き受けて、金利収入を得ると。こういうことを一切やめればいいんですよね。簡単なんですよね。それから金利という金持ちと銀行が永遠に儲かる、金が金を生むシステムはやめると。
そして日本独特の政治家と官僚と財界のお財布である特別会計200兆円の歳出規模を持つ一般会計が100兆円ですが、その倍の歳出規模を持つ隠された特別会計は一切廃止すると。この5つの信用創造特権を廃止すれば、もうロシアで国際金融マフィア等のいわゆる富の源泉がなくなっちゃうんで、彼らは証明するということなんですね。何の話でしたっけ、ということですね。それで、今日の画像ですけど、1、2、3、4枚かな。今日のメインテーマですけど、これ毎日新聞に載ってた分かりやすいイラストなんですね。これ参議院の現在の議席数、自民が123、公明が25、立憲民主が24、国民民主が23、共産14から13が何、社民2か、維新の会、社民2、維新の会が13万だから希望が1とか等々ですね。そして、参議院は今回の参議院選挙で、非改選というのがあって、自民党が56、公明が14と、それから非改選の野党などが51ということなんですね。ですから、いわゆる改憲勢力っていうのは、自民党と公明党と、それから日本維新の会ですよ、11、それと希望が1、それと諸派の2、無所属11、その内訳分かんないんですけど、という図なんですね。これが1。それから2つ目がですね、これもひどいですね。大崎事件という鹿児島での、完全な冤罪ですよね。で、現在92歳で、老齢で、今病院に病気で、入院されている女性ですよね。彼女が実刑冤罪で、実刑判決を受けて、刑務所に行ってるんですよね。それで、自分は無実だと、無罪だということで、再審請求をずっとやってて、そして地裁、高裁で再審決定が認められたんですけど、今回最高裁が却下したんですね。その最高裁の却下した判事がこいつなんですよ。小池博というとんでもないやつですよ。で、彼はもう本当のエリートですね。東京大学法学部、司法修習生で、大阪地裁判事法、それから横浜地裁川崎支部とか、最高裁民事局、最高裁総務局、東京地裁判事法、東京関西判事、最高裁事務総局調査室長とかなんで言って、要するに最高裁事務総局の超エリートですよね。そして最後は東京高裁地裁所長、高裁長官、そして最高裁判事と、2015年4月ですから、これはもう安倍の人事ですね。これね、こいつがやったんですよ。普通ありえないんですよね。一審と二審で再審請求を認めたのを最高裁がひっくり返すっていうのは今までないんですけど、こいつがやったんですね。これはもういわゆる最高裁事務総局の意思を代弁している判事ですよ。それで、私のコメントですね。日本国憲法第15条1、第15条の1項の規定、公務員を選定し、およびこれを
罷免することは国民固有の権利だという誰も言わないんですけど、素晴らしい条項があるんですよね。公務員を選定すると。だから公務員の中には政治家がいて、で天皇も入るわけですよね。天皇、政治家から国家公務員、地方公務員、準公務員、これは国民が選定すると。そしてこれを罷免することは国民固有の権利であるというふうに書いたんですね。でも歴代自民党政権というのはこれを、この憲法第15条の第1項、重要なことを実際に国民が権利として行使するための必要な手続き、個別法案等々一切作んないから誰も利用できないと。単なる憲法上の字面になってるんですね。でもこの前韓国でもあれですよね、変な判決を出した裁判官を罷免しろという署名が11万集まったっていうんですから、日本でもですね、この小池浩氏、これを罷免しようという大きな運動をですね、我々は立ち上げるという必要なんですね。で、日本の、この大崎事件の再審請求を最高裁が却下しちゃったという記事に関して、最初どっかな、毎日か東京かな、この最高裁判事は誰がこの判決を出したかということを隠すんですよね。それで産経新聞はこの名前が出てたんで、小池浩氏という小法廷、最高裁小法廷、5人かな、3人かな、いわゆる大法廷っていうのは15名でやるんですけど、小法廷っていうのは3人かな、3人で5つあるんですね、1から5まであって。でこの小池浩氏というのがとんでもない判決を出して、92歳の冤罪の女性を再びどん底に突き落としたという、こいつなんですよ。こいつを罷免しようというのを我々自身がやると。公務員っていうのは個人責任は追及されないようになってるんですからね、日本の場合。ということです。から3つ目、これは明日からですよね。望月さんの東京新聞、望月磯子さんが原作を書いたという新聞記者と、これを映画化した映画ですね、新聞記者が明日からロードショーを公開されるということで、この映画の中にですね、前川さんなんかが出てるんですね。前川さんとか本人、望月さん、座談会の場面として出てるんですけど、この座談会の映像がですね、ハフィントンポストが公開したんですね。で、今日の映像として、この望月記者や前川喜平氏ら安倍政権の圧力について語ると、映画新聞記者公開に合わせとハフィントンポストの YouTube 映像がありますんで、後で URL を貼り付けます。これ面白いですよね。ぜひ、見に行きましょう。ということで、今日4枚かな、今日の画像。そして今日の推薦映画として、この新聞記者に関して日刊現代がですね、批評家が絶賛すると、映画新聞記者が暴いた安倍政権の暗部という記事があったんで、これを取り上げるということですね。そして今日の注目情報の中でも、これはリテラ、より詳しい記事を書いてるんですね。リテラ、望月磯子原案、松坂桃喜出演の映画新聞記者が描く安倍政権の不正がリアルすぎると、内閣情報調査室の謀略もということで、これも今日の重要情報として取り上げますので、ということです。
これまでのところですね。昨日の、ヘチさん、拍手ですね。ありがとうございます。中ン319さん、コンティニューコイン2枚ですね。砂月金さん、今日のメインテーマリツイートしてくれました。キララカットさん、コンティニューコインですね。それから菜食ヒーローさん、これだけ、独占した富は罪も同然です。そうですよ。国家権力犯罪です。で、中央銀行を乗っ取っちゃったんですからね。これだけあれば世界を支配できると。そうでしょうね。5000兆円で、現在の全地球の人口が77億人ですから、1人当たり、計算したら75万円ぐらいなんですね。だからロスチャイドを解体して、ロスチャイドの総資産5500兆円を地球全体一人一人に平等に配るということをすれば、1人当たり75万円ぐらいの、が配給されるということなんですね。すごいですよね。77億かける75万円ですよ。からキララカットさんですね。はい。高橋三平さん、コンティニューコインですね。見てますよということで、はい、コンティニューコインです。初耳さんが12345いつもたくさんのコンティニューコインありがとうございます。配信ありがとうございます。K さん、コンティニューコインですね。菜食ヒーローさん、コンティニューコインよろしくお願いします。土山純一さん、お茶爆10、配信ありがとうございます。初耳さん、今日のメインテーマはリツイートですね。土山純一さん、コンティニューコイン2枚ですね。そして私の今日のメインテーマのアップと、ですから放送前ですね。砂月にさん、週刊本の発見、黄色いベスト運動、エリート支配に立ち向かう普通の人、これ、私も紹介しましたよね。からミルキーさん、イスラエルゴラン高原の植民地をトランプ高原と命名だった。すごいね、もうズブズブだよね。ネタニヤフとトランプ。そして、三平さん、誕生日おめでとうございますと。録画がありますので助かりますと。労働仕事帰宅しても食事後疲れて寝てしまいますので、こうなりますと、すみませんという。いやいや、もう録画があるんで、ライブだけだとなかなかチャンスがないですけど、録画残ってますんでね。ヘチさん、新聞記者の、これは昨日ですね、新聞記者の映画をぜひ見たいと。終わり、今起きましたと、三平さん、お月さんだけと、砂月さん。ヘチさん、これ昨日ですね。ということです。砂月さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。で、今までのところのポイントをアップします。ロスチャイルド。マイナス30。これが昨日の表紙ですね。それと現時点での視聴者数1181名と。それと今日の画像ですね。参議院の現有勢力のイラストですね。それと大崎事件の再審請求を初めて一審高裁地裁高裁の再審請求を認めた判決を覆しちゃったんですね。それをしたのがこの
小池博というとんでもないやつですね、エリート官僚ですね。典型的なあれですよ、法務官僚ですよ。おそらく最高裁長官まで行くんじゃないですか、こういうふうに安倍寄りの判決をボンボン出してると。それで私のコメントですね、我々の手で罷免させようと、罷免しようという、憲法第15条の1条、これ素晴らしいこと、素晴らしい項目なんですけど、誰も使えないと。個別関連法案がないから。公務員を罷免し、選定し、およびこれを罷免することは国民固有の権利であると。すごいですよね。から座談会のキャプションですね、これ。前川さんとか望月さんとか、から香港で、これ失礼しました、 AFP の記事で、香港でG20 に向けて香港の民主主義を守るために、ヘルプしてくださいという写真があったんですけど、ちょっと印刷するの忘れましたね。AFP です。これですね。中国に圧力をかけるよう各国に求めるデモ参加者という。で、今日の映像としてハフィントン・ポストのこの望月さんとか前川さんが出てる座談会ですね。これぜひ10分ぐらいですね。ミルキーさんがお団子ですね。はい、ありがとうございます。お団子が3つですね。そしてそうか。それで今日の一言、山本太郎議員の一言ということで、これ取り上げたんですけど、あえら記事、6月19日付のあえら記事の中で彼が言ってることなんですね。自民党が本気で減税するというならばそちらに乗りますと。何が何でも野党陣営ということではないと。我々の政策が実現できるなら手をつなげるところはつなぎますよと。ステップバイステップ、一歩ずつ前進するための一段階という捉え方です。これは完全に間違ってるよね。で、あえらの記者が原発や憲法をめぐる立場が相入れなくてもですかと聞いたんですね。それとこれとは別の話ですと。すべての考え方が完璧に同じなんてことは家族でも恋人同士でもありえないでしょうと。すべて同じじゃなきゃダメという姿勢は宗教かイデオロギーでしかないと。私はこれまでも与党が提出した法案の半分には賛成してます。違うだろうと。後で私のコメントがありますんで。完全に間違ってねからね。で、減税をやるから安倍政権の財務大臣をやってくれと言われたら閣内に入りますかと。引き受けますよと。いいじゃないですかと。そんな大きな役職をもらえるなら、ただ言いたいことは言いますし、財務省のスキャンダルをどんどん暴きますと。だからすぐ罷免されるでしょうけどねと。でも副大臣や政務官じゃお断りですという。何言ってんだろうね彼はね。安倍っていうのは何でもするから減税します、ぜひ財務大臣に山本太郎さんなってくださいっていうやりますよ彼。それですぐはしごを外せばいいんですよね。何でもあいつはやるんですからね。
で、私のコメント以上の発言を読むと、山本太郎は今の日本が抱える3つの根本問題の本質を全然分かってないことが分かると。分かってないことが分かるということなんですね。1、自民党の本質と。自民党の本質は何かというと、米国による日本植民地支配のために働く傀儡政党だと。だからアメリカの傀儡政党自民党と政策を実現するために手を組みますっていうのは間違ってんじゃないのということですよね。から2、安倍晋三の本質と。これ分かってないですね。日本国憲法を破壊して大日本帝国憲法に差し替え、大日本帝国の復活とか天皇制、軍事独裁体制の復活を無双する国家権力犯罪者なんですね。テロリストなんですね。サイコパス、社会的人格破壊者と。こういう人間と手を組むんですかということですよね。から3つ目、日本の支配と搾取と帰民の基本構造の本質が分かってないと。明治維新以降現在まで続く天皇教による国民洗脳支配×独裁政治と軍拡による自民党独裁政治と軍拡による国民資産搾取と帰民と侵略国家化×特攻警察特攻検察特攻裁判所による国民弾圧支配×大銀行大企業の独占支配による搾取と国民の貧困化と帰民×大本営発表メディアによる洗脳と世論誘導と。これが日本の支配と搾取と帰民の基本構造なんですけど、この基本構造が分かってないんですね。だから自民党と減税を本当にやるんだったら手を組みますよというバカなこと言ってるんですね。ということなんです。山本太郎のところですね。今日の一言。これだ。で彼が言ってる。一歩ずつどころか相手に絡め取られると、簡単に絡め取られるということですよね。マイナスのステップバイステップじゃないですよ。全然甘いよね、これね。砂時金さん、日米合同委員会や年次改革要望書に言及したんだから自民党政権の入閣は絶対ありえないと。ありえないですよね。彼が今まで言ってきて徹底的に安倍批判をしてたという経歴から見れば、なんでこうなっちゃうのと。原発やそうだよね、会見のこと一切言わないよね、彼。安倍は会見できるんだったら、憲法破壊できるんだったらどんなことでもしますよ。だから山本太郎を入閣させるなんていうのは朝飯前ですよ、彼にとっては。全部同じじゃないと、全部じゃなくて基本的なところ、私に言った3つの本質、現在日本が抱えている基本問題、この3つ、全部じゃないですよね。この3つに関して、自民党と3つのことが本質が分かっていれば自民党と組むなんてことはありえないですよね。
イルミナティ研究会さん、お茶ばくてんですね。ヘチシャン、山本太郎さんはきっと持ち直すと思いたいですと。日頃の街頭記者会見で市民の声を直に聞いているので、きっと柔軟に対応すると思いますと。多分できるもんならやってみろくらいの気持ちだと思いたいですということかね。仮に自民党が許してもマイケル・グリーンが許さないだろうというなるほど、奥の院が許さないということですからね。つまずくんですよ。で減税やるから安倍政権の財務大臣やってくれと言われたら閣内に入りますかと、引き受けますよと。毒入りまんじゅうもう言ってんじゃないですかね、山本太郎のところに。私のコメント、日本が抱える3つの根本問題の本質が分かってないんだと。あるいは2億が集まったからその気になっちゃったんですかね。自民党の本質は何かと。米国支配階級の傀儡政権だと、傀儡政党だと。だからアメリカの利益のために日本国民の資産、生命、財産、独立、主権を売り渡してきた。そんな自民党となんで組むのということですよね。太郎氏は暗中模索の段階、鳩山さんと足湯したりというそうですかね。それから安倍晋三の本質が分かってないと。安倍晋三とは何かと。彼の最終目標は日本国憲法をなきものにして大日本帝国憲法に差し替えると。そして、天皇制、これちょっと独裁体制復活を無双すると。して彼が国家権力犯罪者でテロリストでありサイコパス社会的人格破壊者と。こんなやつとどうして組めんのということですよね。から日本の支配と搾取と機民ですね。最近ひどいですね。機民の基本構造が分かってないと。で明治維新以降現在まで続く天皇教による国民洗脳支配と、から独裁政治によると軍拡による国民資産搾取と機民と侵略国家化、これ全部安倍が推し進めてきたことですよね。アベノミクスという国民資産を700兆円合法的に奪って全てを金融経済の方にぶち込んだから実体経済が破壊されちゃったと。そういう人間と組むんですかと。減税すると。減税何でもやりますよあいつは。それから特攻警察検察裁判所による国民弾圧支配と、から大銀行大企業の独占支配による搾取と国民貧困化と機民と、から大本営発表メディアによる洗脳と世論誘導と、こういう本質基本構造が分かってないから組みますよって言っちゃうんですよね。
ということです。で、今日の注目情報、これ長いんですけど、長州新聞で、これなかなかいい記事ですね。参議院前に学者の会がアピール、憲法、労働者各分野からの発言ということで、非常に長いあれで、ぜひ URL 貼り付けますんで、お読みください。長州新聞の記事っていうのは非常にあれ長くて、内容が豊富なんですね、毎回。あれほど大衆と接触しているのに大衆を信じてないと砂月さん、鋭いこと言ってますね。まさにそうですよね。大衆を利用してるってことなんじゃないですか。大衆を信じないっていうことは、大衆は利用するものだと。だから安倍もそうなんですよね。安倍と基本的に同じなんじゃないですかね、立ち位置が。で、今日は時間の関係で、この本のあれはやめますかね。これは明日に伸ばします。今日は103回目だったんですけど、プログラム15、新しい民間の公共事業勃興策を打ち出すと。ここですけど、これ明日にしますね。そして今日のメインテーマですね。7月21日投開票の参議院の最大の争点は、安倍晋三ら改憲勢力による改憲イコール憲法破壊を可能にする参議院3分の2議席獲得を我々が阻止できるか否かであるということだね。で、この最大の争点は野党とマスコミによって意図的に隠されていると。だから今盛んに言われているのは年金の問題、2000万円の年金不足の問題とか等々が参議院の争点だと言ってるんですけど、安倍にとって最大の最後のチャンスなんですね、これ。改憲、憲法破壊、ということです。で、7月21日投開票の参議院の結果、もしも安倍晋三ら改憲勢力が3分の2議席獲得すれば、すでに3分の2以上の議席を持つ衆議院と合わせていつでも憲法改正国民投票の発議が可能となると。すなわち安倍晋三がいつも言っているように、2020年に改憲を実施することが可能となんだということなんですね。で、7月21日投開票の参議院の結果次第で、日本が民主主義の主権在民の民主国家となるのか、あるいは米国傀儡政党自民党とカルト宗教公明党創価学会による独裁国家となるのかがはっきり分かれるだと、この結果次第で。で、この参議院7月21日投開票の参議院の結果次第で、日本が平和国家のまま存続できるのかと、あるいは米国に従属した戦争国家になるのか、はっきり分かれると。7月21日投開票の参議院の結果次第で、日本社会が貧富の差がない平等社会となるのか、あるいは 1% の金持ちと 99% の貧乏人の大格差社会となるのかと、これがはっきり分かれるんだと。で、その意味で7月21日投開票の参議院選は、単に戦後の日本の戦後日本で最も重要な選挙ばかりでなくて、日本の歴史の中で最も重要な選挙となんだろうと、こういうことなんですね。で、自民党電通共同通信大手マスコミ各社はすでに7月21日投開票の参議院選に向けて、共同通信による参議院世論調査と称して、比例投票は自民が 28%、立憲民主党が 9% の世論誘導目的の偽情報を流してるんだということなんね。共同通信が流してるんですね。比例投票は自民が28%と、立民が 9% と、共同通信の参議院世論調査と。ヒーロー、菜食ヒーローさん、
戦う気のない立憲民主党といい山本太郎の発言といい、この国の先行きは暗いですねという。だから我々が頑張らないとダメなんですね。だから黒川さんのオリーブの木はまともでしょうね。ベーシックインカム言ってるしね。ということです。そしてそうだ、この共同通信の世論調査の中で最後、安倍内閣の支持率 47.6% ですって。不支持が 44.1% だ。で、安倍政権下の憲法改正の賛否を聞いたところ、反対が 50.1%、賛成 35.0% にとどまったと。こういう安倍の支持が 47.6 もありっこないじゃないですか。もう完全にあれですよ。世論誘導目的の偽情報ですね。で、これを共同通信の配信記事として各社、これは東京新聞も流してるんですね。各社が垂れ流すと、こういうことなんですね。で、続きですね。7月21日投開票の参議院選は、安倍晋三と改憲勢力にとって改憲イコール憲法破壊できる最後のチャンスであるが、武蔵などの集票商社のプログラム改ざんなどの不正選挙が成功しなければ、彼らの敗北は確実だと。なぜならば、安倍晋三と改憲勢力が今回の参議院選で3分の2の議席を獲得するということは、自民、公明、維新、プラスアルファで86議席を獲得することであり、それは不可能なんだと。86っていうのはありえないですね。で、東京新聞は議席の注目ラインとして53議席、自民党と公明党で53議席を取れば与党が過半数で政権が安定すると。それから63議席、これ自民党と公明党で改選議員の過半数で与党が勝利したと。で、67議席、自民党のみで、自民党が単独過半数を維持できて67、自民党の勝利ですよね。そして86議席、これが自民、公明、維新プラスアルファの改憲勢力合わせて86議席を獲得すると、改憲勢力3分の2確保できて、衆参で、国民投票の発議ができるということなんですけど、衆議院と参議院の自民党と公明党を合わせた改選議員というのは86名もいないんですよね。自民党が67、公明が11、だから78しかないんですね。それに維新の11かな。維新が現有が13ですけど、でも改選がいくつ？維新、改選が非改選が6だから7だ。7だから7を足しても67プラス11プラス7で、78の7だから85か。85だ。自民党が全員改選、自民党、公明党、それから維新全員改選議員が当選した場合でも85で1議席足んないですね。そんなことありえないですね。だからこの不正選挙、武蔵等々のいわゆる集票商社と言われる疑惑満杯のプログラム
プログラム改ざんによる州票の不正選挙とがなければですね、86議席を獲得するってことは不可能ということは、安倍プラス改憲勢力が望む参議院の3分の2議席の獲得は不可能ということは、衆議院参議院で両院で3分の2以上の議席がないと憲法改正の国民投票の発議ができないということでできないんですね。だからこれがきっかけとなって安倍は総崩れなんですよね。おそらく投げ出すんじゃないですか、彼は。というのが今日のメインテーマで、関連記事として、参議院改憲掲げた首相3分の2勢力に執着しない理由と、これアナニ新聞なんですけど、これ肝心なところが有料化で見れないということで途中までなんですね。から関連記事として参議院争点1、憲法改憲加速か歯止めかということは東京新聞、これも中途半端な記事なんですね。というのが今日のメインテーマです。砂月さん、多分自公政権の工作員で変な入れ知恵したやつがいるだろうと思う。新選組人気を潰すためと。のこのこさん、令和新選組の候補者の安藤康富さんがワイワイニュースライブでおなじみの石井幸喜さんを見習いたいと言ってましたと。そうなんだ。ぜひ彼の意思を継いでもらいたいよね。これはヒーローさんですね。石井幸喜さんを見習いたいと。安富さんがそうなんだ。令和新選組の中に入ってんだ。多分自公政権の工作員で変な入れ知恵したやつがいるだろうと思う新選組人気を潰すためというんですかね。期日前投票に行くのを控えて当日選挙の時はボールペン持参ですねと。そうですね。期日前投票箱を選管が夜中身を差し替えるということはやってるんですね。だから選管と安倍政権はグルだということで、ただこの例の武蔵等々の集票証者がプログラムを改ざんして集票結果を偽装すると、偽りの数字を出すというのと比べると、これは非常に穴黒的ですから、バレちゃうと、バレる危険性が非常に高いということで、結構このことが知れ渡ってるんで、可能性としては私は期日前投票箱の中身を入れ替えるということよりも、武蔵とかグローリーとかなんかの正体不明の集票専門商社による不正選挙、これの方が確率は高いと思いますね。ですからみんなが監視しないといけないと、その可能性が非常に高いから皆さんで用心しましょうということでしょうね。絶対ボロが出ますからね、これね。ということです。ということで今日のメインテーマのところをアップしますね。だから安倍はですよ、ありとあらゆる手段で、今回も衆議院と参議院を同日、衆議院を解散してでっち上げた大義名分でですね、解散して、それで、両党の3分の2を確保する
いうことで、大義名分作りをずっとやってたんですけど、全部反故にされたということなんですね。ロシアのプーチンにも二島返還はないよと言われ、それから北朝鮮の、え金正恩にも無条件で話し合おうと、ぜひ会ってくれと言っても無念に断られだからトランプに対しては逆に、参議院前に自分が妥協したいわゆる農産物とかあるいは兵器の大量購入に関しては参議院選があるんで、その後に発表するようにということで、根回ししたわけですよね。でそれがバレバレになっちゃってるということで、そして今それとイランの調停役あれも完全に、裏目に出て、で、明日からのG20 で、彼がうまくですね共同宣言なんかまとまれっこないですよ。だから何の成果もなくて、20カ国の首相を集めて何のため集めたのかという批判が彼のところに集中するでしょうね。期日前投票箱も怪しいとヘチさん。いやこれはもう完全に怪しいんですよ。ただ膨大な手間とそれから共犯者の数が多いんで、大規模にはできないということなんですね。だからそうですね、当日ボールペンで、書くというのが正しいでしょうね。何でしたっけ。そっか。今日のメインテーマ。これ違うか。長州新聞。別のやつだ。失礼しました。最大の争点というのはこの会見なんですよね。憲法破壊を許すか許さないかという、これが最大の争点ですよ。減税なんかじゃないんですよ。山本太郎も会見阻止のこと言わないもんね。最大の争点彼隠してんだよね。だから野党とマスコミ隠してるとこの野党の中に山本太郎も入っちゃうんだよね。まずいよねからね。3分の2を許せばもう会見の道まっしぐらですよ。いつでも会見憲法破壊ができると。ですから7月21日投開票の参議院選の結果次第では日本が民主主義の主権在民の民主主義国家となるのか、あるいは米国傀儡政党自民党とカルト宗教創価学会公明党による独裁国家となるのかがはっきりここで分かれちゃうんだと。大変なことなんですよね。そのことの危機感がほとんど日本の国民は持ってないと。驚くべきことですよね。ですから参議院選の結果次第では日本が平和国家のままでいられるのかと、あるいは米国の従属国としてアメリカが始める侵略戦争に最前線に駆り立
駆り立てられ、侵略戦争国家になるのかと、その分かれ道がはっきりすると。から参議院の結果次第では日本社会が貧富の差がない平等社会となるのか、あるいは 1% の超大金持ちと 99% の貧乏人の大格差社会となるのかと、この分かれ道だと。でその意味で21日の参議院選は単に戦後だけでなくて日本の歴史ですよね。で最も重要な選挙なんだと、そのぐらい重要なんだってことが分かってないですね、皆さんね。で自民党、電通、共同通信、大手マスコミ各社はすでに参議院選に向けて共同通信による参議院選世論調査と称して、比例自民28、立憲9%という世論操作の偽情報を垂れ流していると。東京新聞も無批判にこういうのを垂れ流してるんですよね。でこれが共同通信の元記事ですね。そしてしかしですね、3分の2の参議院の議席確保は不正選挙がなければ不可能ですね。なぜならば安倍晋三と改憲勢力が3分の2議席を獲得するということは、自民公明から維新プラスアルファで86議席を獲得するということなんで、実際はまともな選挙であれば不可能なんですね。さっき言いましたように、自民党と公明党と維新の改選議員合わせて85ですから、それが全員当選するっていうのはありえないですね。で画像としてさっきのこの画像ですね、この毎日新聞の画像と、そして、東京新聞の記事ですね、いわゆる議席の注目ラインということで53、63、67、86という数字が出てきたので、安倍が改憲を可能にするのは一番ハードルの高い86なんですね。そんなことは到底ありえないと。53、63で67、86と。だから過半数割れさせると、与党が過半数割れっていうのは53以下であれば過半数割れするんですね。これを目指しましょう。当然ながら安倍が退陣すると、こういうふうになるでしょうね。退陣だけで済ませないと。安倍を国家権力犯罪容疑者として逮捕し、その仲間、共犯者たちも一斉に逮捕してですね、裁判にかけて刑務所に送るということを絶対しないとダメでしょうね。で関連記事として、なんか毎日新聞が中途半端な記事で有料で肝心のところを読ませないという、自分の首を絞めているような毎日新聞。3分の2勢力に執着しない理由と、分かったような分かんないようなと記事ですね。それから争点ですね、東京新聞、さっきの数字ですね、53とか63とか67とか86と、
こういうのが関連記事です。ということで今日のメインテーマはそういうことでしたね。時間がもう66分24秒。視聴される方が同時期で55名様、全体で154名様、コメントが57件ということですね。それで今日のトピックス、最高裁初の再審棄却、大崎事件で地裁高裁決定証拠を認めずという産経新聞。なぜ産経新聞を取ったかというと、この判決を出した最高裁の判事の名前が出てたからですね。他は出さないですね。最高裁っていうふうに言うんですね。裁判官個人の名前は伏せられているというとんでもないことも。これは URL が最高裁第一小法廷小池博裁判長って名前がちゃんと出てるんですよ。他はなかなか出ないんですね。最高裁っていうふうに組織になっちゃうんですね。組織が前面に出て判決を出した裁判官の名前は出てこないということですね。それから2つ目が香港助けてということで、これ AFP ですね。さっきのこれは URL、 写真もコピーするの忘れましたけど URL も忘れましたね。すいませんね。それからこれハンギョレ新聞ですね。強制徴用被害者相次いで勝訴と、新日鉄住金は1億ウォンずつ賠償せよという韓国の最高裁、当然でしょうが原告勝利の判決を次々に出しているということで、安倍はこれが不満で、ムン・ジェイン大統領と会わないでしょ。本当ガキだよね、ですよね。そして今日の重要情報として、望月磯子原案、松坂冬季出演の映画新聞記者が描く安倍政権の不正がリアルすぎると、内閣情報調査室の陰謀もということで、ちょうどタイミング的にですね、参議院選挙の直前ですから、これはみんなで見に行きましょう。例のジュン・ヤフを取り上げたドキュメンタリー主戦場、あれもいいですね。日本人にも香港人のようなパワフルさが欲しいという、そうですね。若者の違いでしょうね。香港の若者はやはり戦ってるんですよね。日本の若者は戦ってないんですよね。何してるのか分かんないんですけど、受験勉強に忙しいんですかね。アルバイトに忙しいということで、今日の放送はこれで終わりです。ということで、たくさんのコンティニューコインをいただき、たくさんのコメントいただき、たくさんのギフトですね、お茶バッグ10とかの等々いただいてありがとうございました。ということで今日の放送、木曜日の放送はこれで終わりです。現在日本時間でもう11時、もう12時近いんですね。連日申し訳ないですね。夜の11時58分だからもう夜中ですね。12時ですね。申し訳ありませんでした。ということで、お疲れ様でした。明日金曜ですんで、明日ぐらいはもっと早く
ギリギリ日付が変わる分かりませんでしたねということで、そうなんですね。ということでお疲れ様でした。明日はできるだけ早めに開始したいということで、もしよろしければまた合流してくださいということですね。ということで今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。終わります。